こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日もちょっとお茶があります。はい。一緒にあなたと私でお茶を飲んでるみたいにリラックスして、はい、話を聞いてください。はい。そして今ライブでね聞いてくださってる方はぜひライブチャットが書けますね。ぜひぜひ送ってください。はい。えっ、とそうですね。今日お話ししたいテーマは方言です。方言。はい。私が話してるのはスタンダードジャパニーズだから標準語というものですね。皆さんが本で勉強する日本語の発音とかイントネーションを私はいつも生活でもそれを使っています。はい。ですが方言はちょっと、東京とかから離れたところですねの言葉、例えばの例ですけどね、そうそう、別の場所で喋られている、話し方ですよね。それが方言ですね。日本にも方言がたくさんあります。はい。そして皆さんの国にもありますね。うん。あのやっぱり大きな国になればなるほど多分方言がいろいろあるんだと思います。ね。で、今日は私は特にその方言の悪口を言いたい。悪誰かに怒られるかもしれないですけど、皆さんも思ったことあると思うんですよ。特にすごく一生懸命ね日本語を勉強して日本に来た。なのに日本勉強した日本語と全然違う日本語の音が聞こえる。あれみたいな。何話してるかわからないこの人とか。そういう経験ありませんか？あの東京とか埼玉千葉とかだったら、神奈川とかもあの辺だったらそんなに変わらないというか、あの辺はもう標準語という、はい、皆さんが本で勉強した日本語のままだと思うんですけど、ちょっと離れたところに行くと本当に場所によっては全然わかりません。はい。で私はそれは日本人としては大丈夫でしょと、教科書で日本語勉強して日本語わかるからもう知ってるから、あなたはできるから、例えば留学生の人とかね、大丈夫、ちょっと遠いところに行っても大丈夫、言葉はわかると思いますって学生さんによく私は言ってたんですね。こう勇気づけるために、大丈夫っていうためにね、いや絶対わからないと思います、あそこの人の言葉とか言ったらかわいそうでしょ。だから大丈夫だと思いますってよく言ってたんですけど、私自身が外国に行って外国語ですごい方言に出会ったんですね、つい最近。それですごくショックだったんですね。分からなくて、本当に分からなくて、と思って。でそれですごい傷ついたんです私は。心が傷つくぐらいショックで、だから方言って本当にこんなに大変なんだっていうのをすごく感じたんですね。そうそう。なのでちょっとそのお話をしたいと思います。はい。今もう簡単に話しましたけど、私の経験では私の場合は、ドイツに行ったんですね。そうそう。結構最近ドイツに行って、そこでの経験です。場所はドイツも広いですね。ポーランドに近いとかフランスに近いとかあるんですけど、フランスに近い方ね。フランクフルトって分かりますね。飛行機がよく止まるとこね、ヨーロッパのね。フランクフルトよりもっともっとフランスに近いところのドイツの場所に行ったんです私。で私は
多分今皆さん聞いてくださってる皆さんぐらいの皆さん日本語よくできますね。よく聞けるでしょ。よく耳聞けるでしょ。で私もドイツ語がそのぐらい聞けるんですね。標準語なら本で勉強したドイツ語なら聞けるんです。意味わかる。で答えられる。話せる。そう私話すの好きだし、だけどそのフランスに近いドイツに行った時に本当に分からなかった。例えば靴買いに行ったんですね。靴を買う時ってこの靴のサイズが合いませんとか、もうちょっと大きいサイズの靴ありますかとか、お店の人に話す時ねとか、これどう思いますかとか、私に合ってると思いますかとか、色は他にありますかとか、結構簡単でしょこれ言うの。皆さん言えますよね、日本語でね。今も私言ったけど他のサイズがありますかとかも別に難しくないですよ言うの。でドイツ語だって難しくないんですよ言うのは。で難しくないドイツ語を私は話してるし、他の場所だったら例えばフランクフルトとかだと通じるのに、そのフランスに近いドイツでそれをお店の人に私が言ったんですね、ドイツ語でね。すいませんこれちょっと私にはサイズが合わないからもうちょっと大きいサイズありますかって言ったら、お店の人はすごくいい人なんだけど、女の人でおばちゃんなんですよ。結構多分ねもうね60歳過ぎてるぐらいかなのおばちゃんで、でもすごい私のことをよく見てくれて、でありますかって言ったら、あなあのうんあなたには確かに大きいと思うから、小さいと思うからちょっと取ってくるわって言ってるんですよ多分多分なんです。何を言ってるか私全然わからなかったんですね。買い物の最初から最後まで本当に全部わからなかった、彼女が言ってること。こんにちはとさようならはわかりますよもちろんね、それだけもうびっくりして、でおばさんが話してくれてる、私にすごく親切にしようといろいろ喋ってくれてるんですけど全然わからないから、でも私靴欲しいし、すいませんこれこれより他の色ありますかって言ったら何かブルルルルルって言ってるんだけど全然わかんないから、あるっていう意味ですかって私が今度またこれ標準語で聞くんですね私がね。そうするとなんか「おーおーおー」って言って何か答えてくれるんですけどまた分かんないんですでもおばさんがなんか2階に行っちゃったのでタッタッタッタって言って、多分取りに行ったんだと、他の色の靴があるまたはサイズがあるから取りに行ったで本当に持ってきてくれて、でと思って、もう靴買うだけでこんなに分かんないんだと思って、もうすごいコミュニケーション取ろうとしてくれてるのに全然分かんないから、もう本当にもう本当に悲しくなってしまって私も。で結局本当に悲しいんですけど、その靴もいいのがなくて買えなくて、で本当すいません残念ですまた来ますって標準語で私が言って、おー多分いいのよ気にしないでって多分言ってる、すごい笑顔だったすごい優しかったから、だから「あー」とか言ってるから「はーい」って言って「ありがとうございました」って言ってで出てったんですけど、こんなにも通じないんですかっててかこんなにもここドイツですかって思ったでそこの地域にね住んでる友達に聞くと、やっぱそこの場所はフランスに近いからフランス語の影響をすごくドイツ語が受けていて、実はドイツ語の言葉語彙がとっても大きく変わってるって言われました。アクセントとかイントネーションとかが変わるのはよくあるじゃないですか。もう英語だってそうですよね。アメリカも大きいしなんともオーストラリアの英語なんとも言えないですね。
どことも比べられないですけどイントネーションが違う。でも語彙は一緒っていうのはあるじゃないですか。ただそこの場所のドイツ語は語彙が全然変わっちゃってるらしいんですね。だからわからない簡単な会話でもと思ってわからない。もうドイツ語じゃない。本当に悲しいですけどドイツ語じゃないと思いました。だからすごくショックでした私。だから皆さん今私の日本語わかるでしょ。でも多分皆さんも N2 以上のレベルの人が多いと思うんです。またはもう N3 は合格してる JLPT ね。だから聞くのは結構できるって人多いと思うんです。ね、自信があるでしょ。私は少しは分かりますって思ってるでしょ。で日本来てですごくこう田舎に行った時にあれって全然分からないっていうあれって分かるはずなのに YouTube で聞いてる日本語は分かるのにどうしてこの日本人の日本語全然分からないんだろうって、それがずっと続くってことです。そういうことがたくさんたくさん起こるってことでその街で。でどう思います？もう悲しくなりますよ本当に。でもさらに悲しくなったのはその私の友達がパーティーをしたりすると私も行くわけですパーティーに。でそうすると友達の友達が来る。でそうすると友達たちが私が紹介されるわけですよ。ドイツ語できますよって言われてるから、この日本人はドイツ語わかるんだって向こうの人は思ってる。だからたくさん話してくれるんですね。バーって話してくれるんですけどわかんないそうです。方言です。出ました方言と思って。もう本当にわからないんですね。だからもうどうしようと思ってこう嘘ついてでも嘘でもうんうんってはいはいはいって言った方がいいのかなとか、わかりますとかとか時々そうですねとか嘘でもとか言ってとか言った方がいいのかなと思ったんですけど本当にわかんないから、それをやったらもう嘘になっちゃうから本当にもうやめましたもう無理って思って、もう最初からその次からは最初からもう私は方言は分かりませんっていうのをもう冗談で言うようにしてました。だからそうすると相手の人は「おお!」みたいな「そうか標準語に話さなきゃいけないのかみたいな、そういう感じ。だから生活の中ではやっぱり使ってないんですよね標準語はね。だからね、これはもう悪口ですよ今からね。私は日本ではずっと標準語なんです生活が。だから反対に私がちょっと東京とかねその関東という場所から離れたとこに行くともう方言が聞こえるって思うんですね。だけどそれでもイントネーションが違うぐらいでちょっと変わったなぐらいで話できるんですねそこの人とも。だけど日本でとても有名なのが方言が強い、もう何を話してるかわからないで有名なのが青森なんですね。青森ってわかります？青森北海道わかりますね。北海道一番上ね北の。で北海道のこの下のとこにからが本州といってこっちが東京でね、で一番上のところが青森です。ここ北海道で、ここ青森の言葉青森弁というんですけど、青森弁はもう日本語じゃなくてフランス語みたいと言われてるんですね。フランス語になっちゃってる日本語じゃなくて。でもうそれはよくテレビでも冗談みたいにジョークみたいに出るんですけど本当に分かりません。でテレビで見てるのは面白いですよね。エンターテインメントですね。本当に分かんないなと思ってなんだこれと思うんですけど、そこにね皆さんが行ってもう日本語結構分かるのに初めてね日本に初めてじゃなくてもいいですよ。日本に来てよしできるぞ私は結構日本語できるんだって自信があって青森にね行ったら多分ね泣きますよわからなすぎて何よってね、
ここ日本ですか本当にって思う。多分あれってね、おかしいなって思う。日本じゃない、だってみんな日本語話してないって思う。それと本当に同じ経験を私はドイツでしました。もう悲しかった、本当に。もう自信がすっごいなくなった。で、時々標準語で話してくれる人がいるんですね、その街の中にもね。私はたまたま教会に行った時に、教会の事務室の人が標準語で話してくれました。もうこんにちは、すいませんって、ちょっといろいろちょっとすいません、入り口が私分かんなくて、事務所にすいませんって言った時に、あらーって言って、あら向こうから見たらもう 100% 外国人ですか、何ですかみたいな、ね、すいませんって言って話してたら、もう最初からすごい標準語で話してくれて、もう全部分かったんですね全部この人話してること分かると思って、すっごい嬉しくなりました。うわーってコミュニケーションって思いました。これがコミュニケーションって。そうだけど、でもそれはその方言をいつも使ってる人にはそれは失礼ですよね。方言だったらもうダメだみたいなね。そういうふうに私が言ってしまうのはやっぱり本当に失礼だし、私がね外から来た人間ですから、外国人ですから、合わせなければいけないのは分かるんですけど、また悪口言いますけどもう本当に分かんなかった。で本当に分かんないから、本当にごめんなさいだけど標準語使ってくださいって思ったけど、使えない人多い。標準語で話せない人多いから、そこがびっくりしました。そう、本当に私は今日それを言いたかったんですけど、こんなに長く話す予定はなかったのに、やっぱりちょっとすごく怒りですよね。もう怒ってるね私ね思い出しながら話してるから怒ってるね。長くなっちゃいました。だから本当にそういう経験をしてしまいました。ですので皆さんも日本でなんか標準語じゃなくて方言が強すぎて、もう全然何話してるか分かんないよっていうので、もううわーってなったり、もう怒りを超えて悲しくなって泣きそうになるっていうのを経験した人ね、今私すごい気持ち分かります。はいね。だからね、外国の人にはやっぱり方言じゃなくて標準語で話してあげないと、まずは相手が困ってしまうだろうなっていうのを私は勉強しました。自分が経験して最近やっと分かった。だからより気をつけようと思いました。はいね。そう言いながら、私は本当はもっとゆっくり話した方がね、皆さんのためになりますよね。だから今日はちょっと私はとても感情的というんですけど、怒りが出てしまって本当すいませんでした。はい、ですので今日簡単にですね、あまり怒ってないビデオをぜひこの後見てください。教会に行く、今日買いに行く、どんなこれね、言葉の遊びがあるんですね。面白いんです。ぜひ見てくださいね。他にもいろんな YouTube 作ってます。はい、JLPT 勉強してんですよっていう人、ぜひ私のビデオいっぱいありますので見てテスト合格してください。あとは私のオンラインレッスンもあります。このように、ビデオレッスンと Zoom を使った授業がありますので、ぜひ皆さん使ってください。ビデオレッスンの方は JLPT のテストの勉強のためのものがたくさんあります。はい、これを見てですね、毎回いろんなたくさんの人が JLPT に合格しています。ぜひあなたも使ってください。はい、あとはビジネス日本語の Zoom クラスと会話練習の Zoom クラスとプライベートレッスンの Zoom クラスがあります。プライベートレッスンは何でもあなたが勉強したいこと、何でも私と勉強しましょう。はい、リクエストしてください。このオンラインレッスンのリンクは今日のコメントのところと今日のライブチャットのところに書いてあります。あと X のリンクも今日のコメントのところに書いてあります。見てください。はい、では、皆さん思ったことを送ってください。きっと皆さんいろんな経験してますよね。今日の方言についてはね。はい、お待ちしてます。ちょっとごめんなさい。
嫌な気持ちに誰かをさせていたら本当ごめんなさい。ただ本当私はただ外国人としてドイツですごいもうショックだった。自分がショックだった。で別にいいんです。方言で話すというのはもちろんそこの地域のもね文化でもありますから、はい、伝統でもあるからね、それはそれで残していかなければいけないですよね。必要なこと。ただ私はごめんなさい、本当にショックだった。分かんなくてショックだった、はい、だから私は本当は方言を勉強しようと思わなきゃいけないんですよね。でも本当に難しいのそうそうはい。だって語彙変わっちゃうからね。語彙変わっちゃう。はい。まあいっか。はい。じゃあそんな話でした。じゃあ皆さんまた聞いてください。今日もありがとうございました。あとライブ聞いてくださった方本当にありがとうございました。また聞いてくださいね。ありがとうございます。はい。ではでは。